はい。それでは今回は整数分野で合同式について説明をしていきます。それと合同式が持つ性質の証明、それと123の123乗、この数を計算したときに1の位がどうなるかというのを合同式を用いて解説をしていきます。はい、まずはこの右側の式、見てください。読み方はですね、この下に書いてありますけど、A 合同 B モッド M と呼びます。今からこの左側にね、例を書いていきますので、具体例を挙げていきます。その具体例を見て、この記号の持つ意味ですね、規則性などを読み取ってもらいたいと思います。では、いきますよ。8合同3元5、10合同3元7。どうですか？読み取れますか？これだけだとちょっと厳しいですかね。11合同4元7。これでどうでしょう？ 21 だったら、ここ、何が来るかわかりますか？これ0を置くことができるんですね。ですから、こちら元5、7ではなく5に変えた場合は、ここに何が来るかっていうと、1なんです。じゃあこちら余りかなと。ね、このモドについている数で、この左側の数を割った時の余り。確かに余りを置いても間違いではないんですが、余りじゃなきゃいけないかというとそうでもないんですね。実はこちら、11を置いてもいいんです。もちろん31を置いても大丈夫です。これも成り立ってます。ということはどういうことかっていうと、この青枠とピンクの枠ですね。こちらに入っている数は、モドについている数で割った時の余りが同じもの同士ということになりますね。はい、ですから確認すると21を5で割った余りは確かに1、31も5で割った余りが1なので、この3本線で結んでいいということになるわけです。ですから、8を5で割った余りは3、3を5で割った余りは3ということで、3本線で結んでるわけですよね。はい、このように、余りだけで、式を立てることで、小を無視することができるということなんですね。例えば31は5で割ると、小が6で、余りが1。だけど、余りだけを議論したいときは、この小の部分はいらないんですよね。なので効率よく議論が進めることができるということです。で、こちらのモドですけれども、これ、もともとはモジューロという言葉から来ているそうです。このモジューロという言葉の持つ意味というのは、剰余、簡単に言うと割った余りのことですね。はい。だからこの m で割った余りという意味が込められていると思ってください。で、このモジューロなんですけれども、もともとはこのラテン語から来た言葉。ラテン語っていうのは、紀元前27年にカエサル・アウグストゥス、有名ですよね。この人が即位したことに始まるヨーロッパ、北アフリカ、西アジアの地中海を中心として大規模な領土を保有していたローマ帝国が公用語とした言葉ですね。ヨーロッパではそれ以来長い間教会とかあるいは学問の世界で公用語として長く用いられてきた言葉です。はい。では話を戻しますね。こちら A 合同 B モッド M ですが、こちらの持つ意味は整数 A と B は M で割った余りが同じということです。で、余りが同じなので言い方を変えると、引き算をしたときにこれ余りが余り同士で、消えてなくなりますから、M の倍数になるんですよね。だから、引き算をしたときに M の倍数になるものであれば、余りが同じだというふうに読み取って、これが成り立つのであれば、A 合同 B もっと M と書いてよいという言い方もできるわけです。でこれをさらに難しい言い方ですね。硬い言い方をすると、M を法として A と B は合同である
という言い方をします。はい。で、例えば18合同15プラス3ですね。で、この15の部分が5の倍数なので、3だけを残せばよい。こういう書き方ができるわけですね。もちろん、このように2つに分かれていて、でもその2つがともに5の倍数であれば、割り切れなかった部分ですね、3を残すという書き方ももちろんできます。はい、じゃあこちらはどうなると思います？ 15n プラス3。もちろん n はね、整数と思ってください。そうしますと、これは 15n が5の倍数なんで、3と書けるんですね。じゃあ7だったら、モード7だったら、はい、これ 15n の中に 14n が含まれてます。14n ってね、7の倍数ですから、余りの部分に注目するのであれば、割り切れてない n プラス3だけ残すことができますよね。あと、こういう書き方もできるんですよ。3合同マイナス2元5。これはね、一応理由を言うと、3からマイナス2を引いてやると5ですよね。つまり、2つの数の引き算が5の倍数、ここに合致しますよね。ということは、この2つの数は5で割った時の余りが同じものだとみなせるわけですね。なので、こういう書き方ができるんだということですね。はい、こういう計算の仕方もできますよという例を挙げておきました。はい。では、性質の証明に入りますが、その前に A 合同 B 元 M、この式の持つ意味をもう一度確認しておきましょう。2通りありましたよ。M で割った余りが同じになる整数 A と B、あるいは A-B が M の倍数である。どちらを使っても結構です。使いやすい方をその問題に応じて使い分ければいいかなと思います。それでは1番、証明していきますね。で、今回は、下の A-B が M の倍数である。こちらの意味合いを使って証明していきたいと思います。ですから、A たす C と B たす D が合同であることを示すために、引き算をします。でこの引き算の結果が M の倍数であるということが言えればいいんですよね。はい、まずはこちら最初の条件に、01、02と番号を振っておきますよ。そしたら、まず M で割り切れるものを探さなきゃいけないんですね。この中に M で割り切れるもの。01と02が条件ですから、これ見るとね、つまり A 合同 B ってことは A-B が M で割り切れるんですね。だからこちらであれば C-D が M で割り切れる。ということで、この式を順番を並び替えておくと、わかりやすいですね。01、02から A-B は Km、C-D は Lm。もちろん、K と L は整数です。なので、01ダッシュ、02ダッシュを03に代入してやれば、はい、このように C-D のところにも Lm を置いてやるということですね。そうすると、これ、M でくくれますので、K プラス L、これは当然整数ですから、ここはね、整数ですから、M の倍数になるなということが、この段階で言えますよね。ということは、はい、A たす C と B たす D。この2つの数は合同であると。M で割った余りが同じであるということが言えるということですね。はい、では、こちら、引き算の方。ね、これも同じ要領で書けますね。はい、これを示していきますよ。やっぱり引き算をします。ね、A-C と B-D で引き算をします。そうすると、これが M の倍数になることを示したいので、01と02の条件を使いたいから、ね、順番を変えて A-B と C-D の塊を作ってやるわけですね。はい、ですから、さっきと同じ議論ですけれども、これ A とラージ A と置いて、A-C、B-D はともに M の倍数なので、
これは丸1、丸2から分かってますよね。したがって A は M の倍数ということですよと。したがって、この式も成り立ちますねと。こういうふうに書くことができますね。はい。2番の証明に移りますね。まず、赤い枠の方を使いたいので、AC-BD、これを作ります。だからこれが、丸1、丸2の条件を使って M の倍数であることが言えればいいわけですね。どういうふうにするか。厄介なのはですね、今度はかけてあるんですよね。2つの数が。さっきみたいに足したり引いたりしたものじゃないんで、単純に順番を変えれば A-B とか C-D が出てくるというわけにはいかないわけです。じゃあどうするかということなんですが、これね、ぜひ身につけてほしいテクニックなんですけど、間にね、マイナス BC これ入れます。そうすると、このままだとね、引きっぱなしなので、元の式と全然違うものになってしまいますから、プラス BC もしてやるんですね。そうすることでこれ、差し引き0ですから、元の式と同じものになります。はい、このように、同じものを引いて足すとうまくいくということが結構数学ではあるんですね。ですからぜひこういう手法があるんだということを覚えておいてください。はい、じゃあこれどういうふうに見るのかというと、よく見るとですね、これ、2つの枠が出てましたけれども、このそれぞれの枠の中で丸1と丸2が使えるというのを分かりますか？この左側の枠の中、これ A-B が隠れてますよね。右の枠の中には C-D が隠れてます。なので、こちら、丸1と丸2が使えるなっていうことに気がつけば、もうほとんどね、証明は終わったようなもんです。はい、左側の枠、これ C でくくれますよね。そして右側の枠も B でくくれます。そうすると、はい、この A-B と C-D は当然 M の倍数です。ね、よって丸1、丸2より A-C、B-D はともに M の倍数なので、はい、ラージ B と置いておきますね。ラージ B は M の倍数である。倍数のもの同士の足したものですから、当然、その結果出てきたラージ B の値も M の倍数であるということですね。それでは3番に移りますね。この公式の証明ですけれども、これ、2番を使うことで証明できますね。まずはこの2番の式において C のところに A、D のところに B を置いてやる。つまりどういうことかというと、これ2番の式ですね。この2番の C と D があった場所に A と B を代わりに置いてやるんだと。当然これ成り立つはずですよね。なので A2 乗と B2 乗は合同であるということが言える。そしたら今度はもう一回2を繰り返すわけですね。つまりここが A があった場所に A2 乗を今度は置いてやる。で、こちらの B があった左側のところに B2 乗を置いてやる。これも成り立つはずですね。ですから A2 乗と B2 乗は合同なんだけど、それの両辺に左側は A、そして右側には B をかけてやれば、ね、これも合同、A と B は合同なんで、当然この式も成り立つということで、同じようにして A の3乗と B の3乗が合同であることも言える。これを繰り返していけば、ね、A の N 乗と B の N 乗が合同であるってことも言えますよね。では、例題の1番やっていきますね。括弧1番、5の50乗を9で割った時の余りを求めなさい。具体的にね、書き出していきましょう。5の N 乗を置いてやって、N に1から7ぐらいまで入れるのかなと。で、5の N 乗と、モド9、余りが問題になってますので、モド9とね、ここに書いておきます。そうしますと、最初は5の1乗なんで、9で割った余り。これは当然5ですね。そして5の2乗。5の2乗ということは、はい、ここにモド9と書きましたけれども、5の2乗合同7ですよね。18が入ってますから。
ということで、こちら3行目には7を置いてやると。じゃあ5の3乗はどうしましょうか。5の3乗はですね、5の2乗かける5とみなすんですね。どういうことかっていうと、5を何乗化したものを9で割った小三角で、それに対して余りがあるわけですね。で、さらにこの両辺を5倍してやると考えるのであれば、このように書けますよね。はい。だから5を、もう一回5を増やしているので、プラス1乗。ね。で、こちら中括弧を外してやれば、5をそれぞれに分配して書けますから、かける5、かける5ということですね。で、この式の中で9の倍数が明らかな部分ありますよね。はい。この水色のところ、これってもう9の倍数ですね。で、今問題にしているのは余りだけなので、水色の部分は無視していいわけです。つまり、先ほど5の2乗で余りが7と出しました。だから18の部分は別にいらないんですね。ですから、はい、7×5 のを9で割った余りと同じであるとみなしてやればいいわけですね。だってこの18の部分、ね、を5倍して9で割っても9で割り切れるように決まってますからね。なので、こちらの7に5をかけた部分を9で割った余りだけ考えればよいよということですね。はい。ということは、これ35を9で割った余りなので8、ですよね。9 3 27ですから。ね。はい。そうすると、3行目に8が来る。ということをですね、どんどん繰り返していくんですね。したがって5の4乗であれば、ね、5の3乗かける5と読み取れるので、今度は8を使えばいいやということで、8×5 で40。この40を9で割る。ということは、余りが4。ということで、4ですね。はい。5の5乗。どんどんやっていきますよ。そうすると、今度は4を使うんですね。こちらの4を5倍して、で、その5倍した数を9で割ってやるんだ。したがって余りが2。はい。2を置いてやります。はい。5の6乗であれば、5の5乗かける5。なので、2×5 を考えればよい。ということで、10を9で割って余りが1。で、1ですね。で、この次5の7乗を考えるということですが、ここまで来ると、ね、繰り返しが始まるなっていうことに気がつくと思うんですね。なぜ繰り返しが始まることがわかるかというと、今まで計算してきたようにですね、これ、例えば5の4乗とかですね、5の4乗って5の4乗を計算してから9で割るということではなくて、5の3乗を9で割った余りを使いましたよね。その余りを5倍して、で、その数を9で割った余りを求めてやると。ねそうすると、5の4乗を9で割った余りも出てくるんだということでしたよね。ですから、例えば5の7乗の下、ここに来る余りは当然、前の余りが1ですからね、1を5倍して、それを9で割ってやる。だから当然5です。8であれば、5の8乗。5の8乗は、今度は5を5倍する。ということですね。それを9で割るわけですから、これ5の2乗なんで、ここですよね。はい。じゃあ5の5の9乗は、当然次8でしょうね。ということで、はい。ここから先はね、こちら1が出てきた時点で、この青い枠のところが繰り返されるなということが読み取れるんですよね。ということで、5、7、8、4、2、1。この6個の数字ですね。この6個の余りが、この後はどんどん繰り返されていくということが言えるよということですね。なので、5の50乗ですから、50乗に到達するまでに、この6のパターンが8回繰り返される。で、2個残るんで、7ということですね。1個目、2個目の7が余りとしてきますよということになるわけです。はい、ポイントとしては、このピンクの部分ですね。5を何乗化して1になる数。
ね、最初に1になるようなこの丸に入る数が見つかれば、そこから先は、ね、同じパターンが繰り返されますということですね。はい、で、答案を書くときはですね、一応、それを見つけたことをちゃんと書いておきましょう。5の6乗と1は合同なので、上記の表から繰り返されますよということですね。はい、では2番いきます。線の線上、大きいですね。これをまともに線でやる必要はないですね。余りだけ考えればいいので、まず線を14で割って、じゃあ6だけ考えればいいなと。この前の部分は結局14の倍数なんで、ね、余りには影響しません。ですから、まずは線合同6モード14として、線の線上を考える代わりに6の線上を考えればよいというふうにします。その後はね、さっきと同じことですよ。14で割った時の余りを、並べていきます。ちょっと大変そうですが、実際にやってみると、実は1番よりも早く、すぐに見つかりますね。はい、6の2乗、6の3乗、6の4乗。これをそれぞれ、割っていくわけですが、まず最初は6を14で割った余り。これ6ですよね。で、6の2乗ですね。36。これを14で割った余り。ね、6の2乗は28プラス8と、ね、取れますので、余りが8ですよね。ですから、余り8と。次、6の3乗ですね。当然、6の3乗そのまま計算はしません。ね、前、6の2乗を14で割った余りが8だったので、その8に対して6を書きます。ね、ということは48を14で割った余りなんで6。はい。もうすでに6が繰り返されましたよ。じゃあ念のため6の40やっていきますね。はい、これ6の3乗かける6と考えて、6の3乗を14で割った余りは6でしたから、この6を6倍する。ということは、36ですね。ここですよね。36を14で割った余りなので、8が来る。ということで、これは繰り返されますね。これがね。はい。K を自然数としてやると、6の 2K-1 乗、つまり6の奇数乗、これは6になります。そして、偶数乗であれば8になるということが言えますよね。当然、またこのね、n が5の時であれば、8を6倍して、ね、8を6倍して、14で割った余りを考えることになるので、この次は6が絶対来ますからね。はい。つまり、この6と8のパターンが延々と繰り返されるということですね。よって、線の線上を考える代わりに6の線上を考えるんですが、線という数は偶数ですから、ね、8という余りを取るなということが言えるわけです。はい、では3番ですね。今度は1の位を求めよう。余りと問題が続いて、最後にいきなり1の位と、ね、余りという言葉が出てこないんですよね。だけど、今余りを考えてるんですから、何かの余りかなという連想はできますよね。実際我々が使っているこの数は10進法なので、10で割った余りのことだというふうに読み取れると、もうほとんど問題を解けたようなもんですね。ですから、カッコ1、カッコ2がなくても、いきなりカッコ3が取り出されても、これ10で割って余りと取れるな、というふうに、読み替えられるといいですね。例えば、下2桁の数を求めなさいと言われたら、今度は100で割った余りを考えればよいと。そういうふうに捉えるわけですね。はい。では3番の問題の回答ですが、10で割った余りなので、まずは123、ね、小さくしましょう。結局、3の123乗を考えれば良いということですね。
そしたらあとはね、今までと同じように並べていきます。3の n 乗について10で割った余りを考えていきましょう。まずは、ね、以下10を法として、1乗、2乗、3乗と、ね、n に1、2、3と入れていきますよ。そうすると、こういうふうに出てきますね。で、4番目で1がもう登場します。さっきやりましたね。1が登場した時点で、それ以降は、繰り返しになるわけですよね。はい。ということがもうすぐにわかりますから、今後は3、9、7、1。この4つの数のパターンが繰り返されるよということですね。この4つのパターン。ね。なので、123乗に至るまでに何回繰り返されるかっていうと、4で割ってやればね、30余り3ということですから、30回繰り返される。これをね、式で表すと、123乗というのは、3の4乗、括弧の30乗、かける3の3乗と、こういう書き方ができます。で、こちらの部分ですね。特にこの3の4乗の部分は、こちらさっき出したように、余りは1ですよね。10で割った余りが1です。したがって、3の3乗だけを考えればよい。3の3乗を10で割った余りということですから、すぐに計算できますけれども、一応、順番で考えるのであれば、3番目ということですよね。なので、7と答えが見つかるということですね。はい、説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。